すべての準備は整った。これから岩田を救出し、樹海村の脱出を試みる西尾を監視する。そうだ、岩田見てないですかね。社会へ帰ったんだろ。岩田君頑張れー。頑張って頑張って。何やってんの？でもあんまり考えすぎんなよ。はい。絶対ここら辺なんだけど。去るものは追わなくていいの。前聞いた話あんな連れてこなきゃダメだよ。ああ、すいません。いや、ごめんなさい。岩田不在のまま樹海生活6日目を迎えた西尾。昨晩の映像から察するに岩田は定点カメラがバレたため拘束された模様。今までの法則にのっとると岩田が処刑されるのは今日の夜。それまでに倉庫の鍵を手に入れ岩田を助け出さなければならない。焦る気持ちを抑え朝食へ向かった。お邪魔します。おはよう。おはよおはよう。さあ、じゃあ今日も美味しくいただきましょう。はい、はい、いただきます。う。いただきます。いつも通り西尾を迎え入れる長老。昨日の一件は岩田の単独犯だと思っているのだろうか。岩田が消えたことに疑問を持たないのは不自然なため軽く探りを入れることに。そうだ、岩田見てないですかね。昨日からちょっと見当たらないですけど。おお、あいつは現金帰ったんじゃないかな。うん。社会復帰ってことねな。え、いないんでしょ？うん。はいなかったらそうだよ。社会へ帰ったんだろ。い。いやでも、一緒に来たんですけどね。言わないといけますかね。おそれは個人的にどうかわかんないけど、二人の関係がどうだからそれはわかんないけど、まあでもお二方でなんか連絡したりはしましたよ。言わなくてもわかるよ、心はな。こっちも野暮なことは聞かないし、知らない。去るものは追わなくていいの。めでたいめでたい。うん。なんか見たりとかしてないですかね。見たりとか。誰を？岩田ですね。いつ帰ったかわかりますかね。わかんないなぁ。泉はなんか聞いてるか？いや、何も聞いてないんです。じゃあ社会復帰だな。やっぱ帰るとは思えないですけどね。なんか知ったりしないですかね。本当に些細な情報でもいいですけど。帰ったっていう言い方違うよな。復帰したんだからね。そうそう、門出なっても門いや出。でも元からやっぱりその一緒にいてなんか、もうちょっとそのこの村の話みたいな感じで来たんで、まあなんかそんなに元からその社会に適合してなかった側ではないので、なんかこれご飯。ああ、すいません、落としてました。こぼしました。ちょっと工夫して。こういうのはね大事にしないと。はい。ですね。食べるのこれですか。当たり前だろ。個別に一つ一つだって大事なんだよ。これが人汗なんだから。はい。もうそんな気にしないで、ほら食べて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 。西尾の問いかけに社会復帰したの一点張りですぐに話をそらそうとする長老とおばさん。あくまでも友人が消えたことを疑問に思い怪しまれないのが目的のためこれ以上の追及はやめにした。でもあんまり考えすぎんなよ。はい。すいません。もしもです。後でまた仕事頼むかな。ああ、はい。今日の仕事もはい。手伝わせて。自分もちょっと行きます。あ、そうあったの？はい。お疲れ様でした。うん。お疲れ様でした。お前も仕事を頼むよ。はい。はい。ごちそうさまでした。おうおう。
部屋にいた西尾と泉田くんは、おばさんに呼び出された、例の儀式が行われるというのだ。じゃあ岩田君の門出の儀式を行います。じゃあご神秘。水に感謝、水に感謝、大地に感謝、大地に感謝、そして太陽に感謝。太陽に感謝。岩田君おめでとう。おめでとおめでとう。う。おめでとう。頑張れ岩田。頑張れ。頑張れ岩田。頑張れ。頑張れ。頑張れ岩田。頑張れ岩田。岩田頑張れ。お前は一人で生きていけるようになったんだ。それで社会出て頑張れ頑張れ、元気にそして社会に対応して生きていける身になったんだ。頑張れ岩田。頑張れ岩田。頑張れ。おめでとう頑張れ頑張れ岩田。おめでとう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 。いやーよかったよかったよかった。おめでとう岩田。岩田岩田岩田。頑張れ頑張って頑張って。お社会であんたは生きていける。頑張れ。よーしこれで岩田君の社会復帰の劇場の儀式終わります。お前たちの時もちゃんとこういう儀式をやってやるな。よしじゃあ姉ちゃんそれじゃお疲れさん。お疲れさん。ありがとうございました。もう終わりかな。そうですね。だよね。はい。じゃあこっちもか。はい。門出の儀式を終え、作業の準備をするにしよう。すると、おい西尾君。おいはい。おいたがいた。ああ、ちょっとな仕事頼む。はい。昨日山から切ってきた木があるから、はい。あれをと割ってほしいんだ。焚き木用に。ああ、巻き割りですか。うん。いつも通り、この日の作業内容を伝える長老。しかし、このとこあそこにあるから。あ、な。あんた連れて、いや、あんた連れてこなきゃダメだよ。ああ、すいません。いや、ごめんなさい。説明するよ。はい。だけどもう使えねえな。あそこにあんだろあれ。ああ、はい。明らかに様子のおかしい長老。必要以上に高圧的な言い方で西を威圧。さらに常に持ち歩いていた杖が猟銃に持ち替わっていた。薪の場所を教えた長老は、しっかりとやれよ、と言い残し、裏庭に消えていった。すぐにでも倉庫の鍵を探し出したいところだが、目と鼻の先にある玄関だが、長老が西尾に与えた無言のプレッシャー、そしてもしバレたら殺されるという不安から、なかなか動き出せない西尾。
ちょっと鍵の方探していくか。わかりました。行こう。よし。多分家の中の家行こそうですね。しびれを切らした西尾は長老とおばさんの所在が不明のまま長老宅へ向かった。日記によると鍵は玄関の小物入れの中にある。う。嘘。一番下。見えない。見えない。ねえな。そこにもう一回探して。あ、はい。ないですね。ない？はい。絶対ここら辺なんだって。日記に書かれた引き出しに鍵はなかった。それもそのはず、倉庫の鍵は長老が隠し持っていたのだ。あれだけ警戒しながらも二人に作業を任せたのはそのためだった。水の中にいるのかな。はい。左の方を探す。ないですね。ねえか。当然家の中に鍵はない。しかしここで鍵を手に入れなければ岩田は殺されてしまう。焦りが募った西尾は部屋の中を探し続けた。すると開けた開けた。ないか。ちょっと、あ、お邪魔します。何やってんの？あ、お邪魔します。なんか作業は？なんか薪を切る道具がなくて。道具？はい。ああ、でなんかいいのないかなと思って。こんなとこにあるわけないんじゃないの？まあ家の中にはないですよね。家の中にはないでしょう。ですよね。じゃあやっぱ外のどこら辺ありますかね。外のゴミ捨て場の方は？あ、裏ですか。うん。ああ、確かに。裏ですかね。おばさんに見つかり家の捜索を断念することに。この一件以降さらに警戒が強まり、作業中は長老がつきっきり。当然鍵を手に入れる余裕もなく、ついに夜を迎えてしまった。ありがとう。ごめんね。お待たせ。西尾は自分の荷物と岩田の荷物を持ち、泉田くんの部屋を訪れていた。大丈夫？泉田君まとめた？荷物。あ、大丈夫です。どこある？あ、これ？はい。そしたら今からちょっともう強突破してくるから、泉田君ここで待機で、すぐにでも切るようにしといて。大丈夫？大丈夫です。長老から鍵を奪うのは困難と判断した西尾は、倉庫の扉を力ずくでこじ開け、岩田を救出し、泉田くんと夜のうちに脱出することに。当然長老たちに見つかるリスクが伴う作戦だが、岩田を助けるためにはこの方法しかなかった。決死の覚悟で倉庫の強行突破へ乗り出した西尾。果たして岩田を救出することはできるのだろうか。
倉庫内には拷問が行われていたであろう痕跡や殺害のために使われたであろうものが散乱していた。あまりに悲惨な倉庫内に呆然とする西尾。そして何よりそこに岩田の姿はなかった。恐怖と焦りを抑え一度泉田君の元へ戻り岩田を捜索しようとした。しかしその時、ただいま。おかえりなさい。音聞こえた？聞こえました。あれどういう意味かわかる？どちらにせよあれですよね。このままじゃ自分たちもですよね。今のうちだったら逃げ出せるんじゃないですか。今？あれですよね。前聞いた話だと新しい人がついてくるんですよね。その前になら絶対逃げれますよね。それ結局次はまあ俺の番ってことだしね。岩田が死んだ俺が生きてるっておかしいよな。目の前の残酷すぎる現実に半ば自暴自棄状態の西尾。もはや脱出のことなど考える余裕もなかった。部屋戻ろうが。岩田さんにそれって一番失礼じゃないですか。岩田さんの代わりに生きようとは思わないんですか？俺が来てんのはおかしいだろ。生きて帰ってこれ公表できたら岩田さんも報われるんじゃないですか？せめて2人だけでも生き残ってそうすればまだ何かあるじゃないですか。抜け殻のような西尾に対し泉田君は必死に自分の気持ちを語りかけ続けた。岩田さんもまだ生きてるかもしれないじゃないですか。いや、くよくよしたってしょうがないし。大丈夫です。あった。
待って。一旦考えさせて、ちょっと、別にその、あれだから、今、そういう、なんていうの、状態ではない。そんな、結構、追い込まれたらいるけど、そういう、あれね、その、自殺するとかそういうのじゃないから、ちょっと一回考えさせて。一回ちょっと部屋来て考えてくるわ。まあちょっと今回いつもとは違って結構突っ込んだ、潜入企画というか、あればの話ですけどね。なんかあそこでなんかさ、広がってない？ほら。お、ちいこ。人んじゃね？ 2020年実在するんですよ、樹海村が。みんな家族みたいなね感じでなんかこう暮らしてるんだよ。西尾岩手、はい、歓迎、よし思い切り一応それとな、はい、ちょっと俺、ちょっと定点カメラを設置したいなって。帰ろうっつってんじゃん。だから2年まで帰るねって言ってんだろ。はっきりさせたのをカメラに収めて帰りたい。帰るとしても。あといいのか抜けてねえじゃん。もういいや。なんかもう人生やめたと思って、なんだろう、死のうと思ってたまたまこの村があって、この俺でもやっぱ受け入れてくれるところがあるのと思って。泉田君が、またほらね、俺ね YouTube 今これもなんか YouTube なんだけど動画撮ってて。第2グループさんまさかちょっと待って。そうです。ちょっとだけいいだった。マジっすか。岩田さんの代わりに生きようとは思わないんですか？ありがとう。一回座って。いろいろと考え直したんだけど、じゃあしよう。ただ、このビデオがもしね、世間の人にね届けられればね。嫌われてんのかな、俺な。ここまでに針が来るか。倉庫の鍵が壊れてたんだけど。はい。いや、やってくれ。わかりました。今のうちに逃げられるかもしれないです。脱出して自分の口で伝えられればなって思います。